しんちゃん、青トイテンラひろみです。私は今なんとベトナムのホーチミンにいます。3月の15日からベトナムの観光客受け入れが再開して2年ぶりに国が開いたということでやってまいりました。そこでベトナムにね、私が来ましたっていうツイートをしたら、これからベトナムに入国したいんだけどどういう風に入ったらいいのか、ひろみさんはどうしましたか、陰性証明書はどういうところで取らなきゃいけないんですかといったコメントやメッセージをたくさんいただきました。ベトナムがね、やっと国が開いたとはいえ、もういろんな手続きがややこしかったり曖昧だったり、なんかすごい微妙に違ったりとかして情報を集めるのも結構大変なんじゃないかなと思いますし、ベトナムにいる感じだとまだ観光客はほとんどっていうか、全然というかいないように感じて、日本人の方も一人も会っていない感じなので、なかなかそういった情報が集まらないと思います。次回の動画からはこのベトナム旅行についての動画が続いていくんですが、その前にベトナムに入国するにはどうやったらいいのかとか、私がどういうふうに陰性証明書もらってどういう手続きで入ったのかというのをお話をして、皆さんの参考になればと思います。この動画の情報は3月末時点なので、これからいろいろ刻々と変わっていくと思うので、その都度調べていただきたいと思うんですが、私がどうやって入ったか、ベトナムに入れたかというのをできる限りのところでお答えします。もしこの動画を見てもうちょっとこれはどうだったのか知りたいなとかいうのがあったら、ぜひコメントやメッセージをいただければ、私からお答えできることがあればお答えしたいと思っています。まずベトナムに入るにはビザはいりません。もともとコロナ前もビザいらなかったんですけど、日本はノービザの対象国なのでビザは必要がありません。このノービザの状態だと15日以内の滞在ができるので、普通に旅行に行く分にはビザとかは考えなくても大丈夫です。そして皆さん多く質問をいただいているのが陰性証明書についてですね。私もですね、こちらはもうちょっとでもう入国できないんじゃないかっていう状態だったんですけど、最初空港の PCR センターに行けば間違いないだろうと思っていました。空港だったら国際線もね、きっと対応してくれてると思って、木下グループっていうところがとても安かったから予約をしていたんですけど、出発する前の日にもしかしたらこれできなかったらどうしよう、対応してなかったらどうしようと思って、ちょっとねこう調べていたら、ちゃんと日本大使館のホームページに指定医療機関じゃないといけませんよというのが書いていました。本当に危なかった。でその指定の機関の中からお家に近いところであったり、そういうのを選んでそこに予約をしました。ちなみにその医療機関のリストを見ていた時に、私のお家の近くのところが PCR 検査が15,000円からって書いてあったんですけど、そこの医院のホームページを見たら抗原検査もやっていて、私はその抗原検査で行ったので13,000円でできました。でこの陰性証明書なんですけど、検査方法が PCR 法、ランプ法は出国の72時間以内にやること、そして迅速抗原検査は出国の24時間以内にすることというのが決まっています。なので抗原検査したい方は24時間以内、もう出発する日とか、前の日とかにギリギリになっちゃうと思うんですけど、そこは間違えないようにしてください。そしてここで私がどうなんだろうって思ったことが一つありまして、私はね迅速抗原検査を選んだんですけど、私の医院が抗原定性検査というのと抗原定量検査っていうのをやっていたんですね。すごい似てるんですけどちょっと違うらしくって、で日本大使館のホームページを見たら、ベトナムに入るためのクイックテスト、この迅速抗原検査については定性検査のことだと思われます。定量検査が含まれるかは明らかではありませんみたいな感じで書いてて、大使館もちょっと分かりかねるというか定量検査が含まれるのか分からないっていう状態だったんです。で私は定性検査にして無事に入国することができたので、定性検査は大丈夫だと思います。そして日本大使館のところにフォーマット、陰性証明書このフォーマット使ってくださいというのがあるんですけど、私は委員が発行してくださったものにしました。で委員からはメールでね検査結果届いたんです。
で陰性でしたっていうメール届いて、それだけじゃダメで紙で持っていないといけないんですね。入国するときはデータだけじゃなくて紙で持っていないといけないので、必ずそういったときは印刷をします。そしてベトナム入国に必要なのがオンラインの医療申告といったものがあって、事前に自分の健康状態を書くところがあります。それを事前にやっておかなければいけません。なんですけど、ベトナムに入国する24時間前から入力できるので、直前に入力するといった感じですね。自分の名前とかベトナムで滞在する先の住所とかそういった情報を入れて、あと健康かどうかとか入れて、陰性証明書のデータも添付しました。あとワクチンを打ちましたかって書いてある欄があるんですけど、ベトナムってワクチンを打ってなくても入れる、ワクチン強制ではないので、そこは空欄でも大丈夫なんじゃないかと思います。私は一応打っているので、その記録をね、どこで何々を打ちましたっていう記録は書いたんですけど、ベトナムに入るにはワクチンの、ね、強制とかはないから、そこら辺は大丈夫なのではないかと思います。必須項目でもなかったと思うので、そんな感じで全てを入れて OK ってすると QR コードが発行されます。それを必ずスクショを取っておきましょう。事前に用意しておくものはこれぐらいだったと思います。そして日本を出国する時なんですけど、航空会社のカウンターのところで紙の陰性証明書を見せてくださいと言われて、それを見せなければなりません。あと医療申告のあれやりましたか、 QR コードありますかって言われるので、それもお見せして OK ですよっていう風になります。いつもと違ったところはそれぐらいだったかなと思います。そしてベトナムに入るときは皆さんQR コードだけで入れたっていう方もいらっしゃるんですけど、私は QR コードをお見せしてピッてされて、その後紙の陰性証明書と航空券のチケットを見せてくださいと言われました。なので、どちらにしてもね、紙の陰性証明書は忘れてはいけない、必ずなくさないように持っていてください。そんな感じで私はベトナムに入国ができました。詳しく書いてある日本大使館のホームページとか、あと医療申告のフォーマットのページも概要欄に貼っておくので、そこからちょっと見てみてください。あとはコロナに限らず帰りの航空券は取っておく必要があります。そういったことも忘れないようにしましょう。これからベトナムに入る方の参考になれば嬉しいです。何か質問とかありましたら、私のできる限りのところでお答えしたいと思いますので、コメントいただければと思います。皆さんもね、疑問に思っていることがあったらここでシェアしていけたらなと思います。というわけで次回からね、ベトナム旅行の様子をお伝えするんですが、いち早くどんな感じかを、はい、こんな感じです。今弁天市場の目の前らへんのカフェというか道路ですよね。このプラスチック椅子とともにちょっとお茶をしております。次回からのベトナム旅行、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé.